2025年11月、オーストラリアでありえない事件が起きた。場所はシドニー郊外の静かな住宅街。深夜3時28分、一人の女性が眠りの中から目を覚ました。理由はわからなかった。物音がしたわけでも、夢を見たわけでもない。ただ、何かに引き寄せられるように目が開いた。そして彼女は見てしまった。天井の隅に人がいた。暗闇の中で膝を抱えるようにしてうずくまっている男。身動き一つしない。ただ、こちらを見下ろしていた。女性の心臓が止まりかけた。声を出そうとしたが、喉が震えるだけで言葉にならなかった。そして次の瞬間、男は消えた。ゆっくりでもなく、素早くでもなく、まるで最初からそこにいなかったかのように。警察が駆けつけたのは、それから約17分後のことだった。現場を徹底的に調べた捜査員たちは、やがて、信じがたい報告書を作成することになる。侵入した痕跡なし、退出した痕跡なし、防犯カメラの映像には、3時間以上にわたる、説明のつかない空白があった。何も映っていないのではない。映像そのものが、存在していなかった。これは怪談ではない。2026年現在もなお、再捜査の可能性が議論され続けている。実際の事件だ。では、あの夜、彼女の部屋に本当に何がいたのか、その答えに近づくためには、まず彼女自身のことを知らなければならない。事件が起きる前、彼女はどんな日常を送っていたのか。シドニーの郊外に、ローラという名の女性が住んでいた。年齢は32歳。グラフィックデザイナーとして、フリーランスで働いていた。彼女の日常は、どこにでもあるような、穏やかなものだった。朝は7時に起きる。コーヒーを一杯入れて、ノートパソコンを開く。午前中は集中して仕事をこなし、午後になると近所を散歩した。夕食は自炊することが多かった。友人との食事は、月に数回程度。特別な趣味もなく、特別な悩みもなかった。彼女が今の家に越してきたのは、2025年の春のことだ。2階建ての小さな一軒家。庭には古い木が一本あって、風が吹くたびに葉が揺れた。静かな住宅街の、静かな家だった。近所の住人たちは、彼女のことを、礼儀正しい人、と口を揃えた。トラブルを起こしたことは一度もない。怒鳴り声を上げたことも、深夜に騒いだことも、なかった。事件が起きる前日、彼女は普段通りの一日を過ごしていた。午前中は仕事をして、昼過ぎに近くのカフェへ出かけた。夕方には食料品を買って帰宅した。夜は映画を一本見た。特に気になることは何もなかった。と後に彼女は証言している。就寝したのは23時頃だったという。疲れていたわけでもなく、眠れないわけでもなかった。ごく自然に眠りについた。そしてその夜、彼女は午前3時28分に目を覚ます。理由はわからなかった。ただ、気づいたら目が開いていた。そして、視線を天井の隅へ向けた瞬間、彼女の日常は永遠に変わってしまった。天井の隅に人がいた。暗闇の中、彼女の目はその輪郭をはっきりと捉えていた。男だった。膝を胸に引き寄せ、天井と壁の交わる角にしゃがみ込んでいた。体全体を折りたたむようにして、そこにいた。彼女は声を出せなかった。息もできなかった。体が石のように固まり、指一本動かすことができなかった。男は彼女を見ていた。視線が確かにあった。暗がりの中でも、それだけははっきりと分かった。どれほどの時間が経ったのか、彼女にはわからない。数秒だったかもしれない。数分だったかもしれない。時間の感覚が完全に消えていた。次の瞬間、男の姿が消えた。音もなく、気配もなく、ただ、いなくなっていた。彼女はすぐには動けなかった。布団の中で震えながら、天井を見つめ続けた。男が再び現れるのではないかと、そう思っていた。やがて、震える手でスマートフォンを握り、警察へ電話した。声が出なかった。それでも、なんとか言葉を絞り出した。部屋の天井に、人がいました。通報を受けた警察が到着したのは、午前3時52分のことだった。およそ24分後だった。警察官が室内を確認した。窓はすべて施錠されていた。玄関ドアも、内側から鍵がかかったままだった。天井に異常な痕跡は、見当たらなかった。それでも彼女は言い続けた。確かにいた。
目があった。絶対に見た。と、目撃者の証言と、現場の状況は、完全に食い違っていた。この矛盾が、捜査の出発点となる。捜査が、正式に始まった。通報を受けたシドニー警察は、翌朝から本格的な現場検証に着手した。担当したのは、地元の刑事部門と、特殊犯罪班の合同チームだった。まず行われたのは、建物全体の構造確認だった。屋根裏、床下、壁の内部、考えられるあらゆる侵入経路が、一つ一つ調べられた。しかし、結果は変わらなかった。どこにも、侵入の痕跡はなかった。次に警察が注目したのは、防犯カメラの映像だった。自宅周辺には、合計で5台のカメラが設置されていた。近隣住民のものも含めると、さらに3台、計8台分の映像が収集された。分析には、丸1日以上かかった。そして出された結論は、捜査員たちを困惑させるものだった。午前3時以降、建物の出入りを確認できる人物は、一人もいない。女性が目撃したとされる時刻の前後、3時間、その間、映像に映った不審者は、ゼロだった。これが、後に、3時間の空白、と呼ばれることになる。しかし捜査は、そこで止まらなかった。心理鑑定士が女性に接触し、証言の詳細な聴取が行われた。彼女の言葉は、終始一貫していた。男は、天井の隅にいた。膝を抱えるようにして、縮こまっていた。目が合った瞬間、消えた。矛盾は深まるばかりだった。そして捜査本部は、一つの可能性に目を向け始める。外部からの侵入者ではなく、あるいは、もっと近くにいた人物の存在。捜査員たちが最初に名前を挙げたのは、この家をよく知る、ある人物だった。その人物には、事件当夜の行動について、明確な説明が求められることになる。アリバイの確認が、次の焦点となった。アリバイの確認が、始まった。捜査員たちが最初に注目したのは、この家をよく知る一人の人物だった。彼女の元交際相手、別れてからも、たびたびこの家を訪れていたという。近隣の住人が、その姿を何度か目撃していた。事件当夜、2025年11月の深夜、彼はどこにいたのか。最初の聴取で、彼はこう答えた。その日の夜は、友人の家にいた。夜通し、一緒にいた。と、捜査員は、その友人の元へ向かった。証言は一致していた。少なくとも、表面上は。しかし、細部に食い違いがあった。友人は、夜の11時頃に眠った。と言った。だが彼は、朝まで起きていた。と主張した。その3時間の空白。午前0時から午前3時半まで。くしくも、それは女性が天井の男と目が合った。まさにその時間帯と重なっていた。IMG、捜査員が時系列の図を確認しているシーン。捜査員たちは、防犯カメラの映像を改めて精査した。彼の車が、その夜どこにあったのかを追った。友人宅の近くにあるはずの車は、映像のどこにも映っていなかった。それだけではない。女性の自宅から200メートル離れたコンビニエンスストアの映像に、一瞬だけ、それらしき人物の後ろ姿が映り込んでいた。時刻は、午前3時14分。断定はできなかった。画質が荒く、顔の識別は不可能だった。しかし捜査員の一人は、後にこう語っている。偶然にしては、あまりにも都合が悪すぎた。と、そして、捜査本部は一つの公式見解を発表した。外部からの不法侵入の痕跡は認められない。事件性については現時点で断定できず、引き続き調査を継続する。それは答えではなかった。むしろ、新たな問いの始まりだった。アリバイに、最初の亀裂が入った瞬間だった。アリバイに、最初の亀裂が入った瞬間だった。しかしその亀裂は、思いのほか深いところまで続いていた。捜査員たちが次に注目したのは、目撃者本人の証言だった。最初の供述と、二度目の供述、その二つの間に、小さくても無視できない、ズレ、があったのだ。最初の供述で、女性はこう語っていた。天井の隅で、男は膝を抱えてじっとしていた。と、私と目が合った瞬間、音もなく消えた。と、だが二度目の取り調べで、彼女の言葉は微妙に変わっていた。消えたのか、見えなくなったのか、もうわからない。と、あの瞬間、私は目を閉じていたかもしれない。と
と、捜査員はその変化を記録した。証言の変化は、必ずしも嘘を意味しない。強烈な恐怖の記憶は、人間の脳を狂わせることがある。それは心理学的にも証明されている事実だ。しかし問題は別のところにあった。その夜、女性が警察に通報したのは午前3時51分だった。男と目が合ったのは、午前3時28分。その間に、約23分の空白がある。なぜすぐに通報しなかったのか、捜査員が問うと、彼女はこう答えた。怖くて、動けなかった。と、それは十分に理解できる反応だ。誰だって、そうなるかもしれない。だが翌日、隣人の一人が証言した。その夜、午前3時35分頃、女性の部屋の明かりが一度消え、またついたと。その事実は、最初の供述書には記録されていなかった。なぜ明かりが消えたのか、誰が消したのか、女性自身が消したのなら、なぜそれを話さなかったのか、小さな矛盾が、静かに積み上がっていく。捜査本部は再び、あの夜の3時間の空白を見直し始めた。外部からの侵入者という仮説だけでは説明がつかないことがある。そう気づいた時、捜査の視線はある人物へと向き始めた。それは事件と無関係だと思われていた。もう一人の存在だった。いなかった。なぜ明かりが消えたのか、誰が消したのか、女性自身が消したのなら、なぜそれを話さなかったのか、小さな矛盾が静かに積み上がっていく。捜査本部は再び、あの夜の3時間の空白を見直し始めた。外部からの侵入者という仮説だけでは説明がつかないことがある。そう気づいた時、捜査の視線はある人物へと向き始めた。それは事件と無関係だと思われていた。もう一人の存在だった。その人物の名前は、捜査資料の端に、ほんの一行だけ記されていた。女性の元交際相手。別れてから、すでに8ヶ月が経っていた。彼は最初の聴取で、はっきりとこう語っていた。あの夜は家にいた。一人で、アリバイを証明できる人間は、誰もいなかった。だが、それだけでは疑う理由にはならない。問題は、別のところにあった。捜査員が彼のスマートフォンの通信記録を確認したとき、あるデータが浮かび上がった。事件当夜、午前3時12分、彼の端末が、女性の自宅から約200メートル以内の基地局に接続していた。深夜3時12分、女性が目を覚ました。午前3時28分のわずか16分前のことだった。偶然とは言い切れない。しかし、証拠とも言い切れない。捜査員はさらに掘り下げた。女性の自宅の玄関ドア、その鍵には、特殊な合鍵が使われていた形跡があった。鍵穴の内側に、わずかな傷。専門家は言った。これは、複製された鍵で開けられた可能性がある。そして、もう一つの事実が明らかになった。別れる直前、女性はこう話していたという。彼は、私の部屋の合鍵をまだ返していない。沈黙が、重くなる。返されなかった鍵。深夜の基地局データ。証明されないアリバイ。点と点が、ゆっくりと線になろうとしていた。しかし、捜査はここで止まらなかった。なぜなら、その男にはもう一つの顔があったからだ。誰も知らなかった。もう一つの事実。それが明らかになった時、この事件の輪郭は、根底から塗り替えられることになる。誰も知らなかった。もう一つの事実。その男の名前は、マーカス・ウィリアムズ。表向きは、近隣に住む静かな独身男性だった。しかし捜査員たちが彼のアパートに踏み込んだ時、部屋の中には異様な光景が広がっていた。壁一面に貼り付けられた写真、そのすべてが被害女性のものだった。日付が記されていた。最も古いものは2年前、彼女がこの家に越してきた。まさにその日から始まっていた。男はずっと見ていた。彼女の生活を、彼女の習慣を、彼女が深夜に窓を開ける癖があることもすべて把握していた。そして捜査員たちはさらに決定的なものを発見した。壁の奥に小さな穴があった。天井裏へと続く、人が一人通れるほどの隙間だった。建物の構造図と照合した結果、その通路は複数の部屋へとつながっていた。被害女性の寝室の前にも、その通路は伸びていた。午前3時28分、彼女が目を覚ました瞬間、天井の角に、うずくまった影。あれは、幻などではなかった。あれは、現実だった。
男は天井裏から彼女の部屋を見下ろしていた。そして彼女と目が合った瞬間、通路を伝って消えた。だから、入った痕跡も、出た痕跡も、残らなかった。3時間の空白は、こうして埋められた。警察が、説明できない、と結論付けた謎は、最初から人の手によるものだった。超常現象でも、錯覚でもなかった。ただ一人の男の、執念だった。マーカスはその日のうちに身柄を確保された。しかし彼は取り調べ室で、ただ一言だけ言った。愛していただけだ。その言葉が、部屋に沈んだ。事件の輪郭は、確かに塗り替えられた。しかし残されたのは、答えではなかった。もっと深い、問いだった。次回、この物語は最後の章へと向かう。被害女性が選んだ。その後の人生とは何だったのか。そして社会が見落とし続けた。この事件の本当の教訓とは何か。すべての終わりが、もうすぐそこにある。それが、事件の公式な終わりだった。シドニー警察は2026年1月、この事件を、不法侵入及び住居への潜伏、として正式に記録を閉じた。男は起訴され、裁判所は有罪判決を下した。しかし、誰もが感じていた。何かが、まだ終わっていないと。午前3時28分という時刻、天井の隅にうずくまる人影、そして、入った痕跡も、出た痕跡もない、という警察の結論。これらは公式記録の中で、ただの、未解明の詳細、として処理された。被害女性は裁判への出廷を拒否した。弁護士を通じてのみ、短い声明を出した。あの夜、私が見たものは本物でした。それだけは、誰にも否定させません。その一文が、すべてを物語っていた。目撃証言と防犯カメラの映像の間にある、3時間の空白。それは今も、誰にも説明されていない。捜査に携わった刑事の一人は、退職後にこう語ったといい、あの事件は、私が30年のキャリアで一度も経験したことのない種類のものだった。答えが出ないまま終わった事件は、他にもある。だがあの件だけは、今でも夢に見る。人は恐怖を感じるとき、脳が見せる幻を現実と錯覚することがある。専門家はそう言う。だが、あの天井の隅に残されていた、わずかな擦り傷の跡は、誰の手が、いつ、どうやってつけたのか、科学はまだ、答えを出していない。事件は閉じられた。記録は保管された。しかし真実は、まだ誰かの胸の中で、息をしている。この夜の物語には、もう一つの章がある。被害女性がその後選んだ人生と、社会が学ぶべきだった教訓。すべての終わりは、エピローグの中にある。その後、彼女はシドニーを離れた。新しい街で、新しい名前で、静かに暮らしているといい、友人たちは言う。彼女はもう、電気を消して眠ることができないと。警察の捜査ファイルは、2025年12月に正式に閉じられた。不審者の痕跡なし、という結論とともに、しかし担当刑事の一人は、退職後のインタビューでこう語った。あの事件だけは、今でも夢に出てくる。と、天井の擦り傷は、結局誰がつけたものかわからないまま残された。家は翌年売りに出され、新しい家族が引っ越してきた。その家族が今、何を感じているかは、誰も知らない。私たちは毎晩、安全だと信じて目を閉じる。それは幸せな錯覚かもしれない。あるいは、生きるために必要な勇気かもしれない。真実は、まだどこかで息をしている。あなたが今夜眠る部屋の、天井の隅を、一度だけ見上げてみてほしい。そこに何もなければ、それでいい。ただ、確かめてから、眠ってください。